通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、実写版ヒックとドラゴンからの話題になります。ついにこちら公開になりました。現在ね、初週末を迎えているわけですが、このですね、初週末の売上予測というのが出ておりまして、これがかなりのヒットとなっているようなんですね。さらには、ロッテントマトのオーディエンス表というのも非常に高いということで、現在大変注目を集めている映画となっています。日本公開はね、まだまだ先になりますが、海外の状況どのようになっているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、ドラマ版のハリーポッターのハグリッドが出演しているということで、非常にね、ホットな映画にはなっておりますが、この実写版ヒックとドラゴン、ついに公開になりました。でもね、日本公開はめちゃくちゃ先なんですね。9月5日ということで、これ3ヶ月先ですか？かなりの時差があるんですが、現在ですね、初週末の興行収入の予測というのが出ているんですが、かなりヒットするんじゃないかと、このように言われています。そして注目なのはこれ、オーディエンス表がですね、めちゃくちゃ高いです。そもそもですね、前作、アニメ版ですね、この評価が、批評家、そしてオーディエンスともに、とんでもなく高い作品でしたので、本日ね、ちょっと状況を見ていきますが、若干ね、懸念点もあるようですね。ではまずこちら概要になります。ヒックとドラゴンは2025年に公開されるアメリカのファンタジーアドベンチャー映画、2010年に公開された同名のアニメ映画の実写リメイク作品である。アニメ版は2003年にクレシダ・コーウェルによって発表された小説に基づいており、ドリームワークスアニメーションが制作した。本作はディーン・デュボアが共同制作、脚本、監督を務め、今回これがポイントですね。主演はメイソン・テムズ、ニコ・パーカー、ニック・フロストらが務める。ジェラルド・バトラーがアニメ映画で演じたストイック・ザ・バスト役を再び演じる。ということで、基本的にね、2010年に公開されたアニメ版の実写リメイクであるということで、ここね、見ていただくとわかりますが、監督と脚本、ディーン・デュボアなんですね。で、この人はアニメ版の監督です。で、今回のね、実写化にあたって、もしこれを実写化するんだったら、私にやらせてくれと。つまり自分がね、一番この作品、キャラクターについて深く理解しているから、実写化するんだったら俺にやらせてくれと。この部分がね、今回功を奏してるのかなというような感じですよね。変な人が入っておかしなことにならなかったということです。で、このヒックとドラゴンについてはね、以前、このチャンネルでもお伝えしましたが、大変物議を醸している部分がありまして、それがこちらだったんですね。ヒックとドラゴン、ニコ・パーカー、アスティのファンの反発に反論。ということで、このヒックとドラゴンのメインキャラクターですね、アスティというこちらのキャラクターがいるんですが、これもともとはね、アストリッドと言いますが、このアスティ役をニコ・パーカーが演じるということで、これレーススワップじゃないかと。そして大きなバックラッシュがありました。で、さらにはですね、こちらの記事にあるんですが、このニコ・パーカー、反論してしまうんですね。ニコ・パーカーはファンを非難しており、彼らがどう思うと気にしないと発言している。ここね、DI キャスティングは物語にも DI が注入されていることを意味します。財布の紐を締めてくださいと。じゃあ彼女ね、なんて言っているか。アニメ映画を本当に愛していて、そのままそっくり再現したバージョンを望んでいる人たちがいるのは分かっています。そういう方々にも新しいバージョンを見て、何かしら好きになってもらえるものが見つかればと願っています。でも、包括性が嫌い、変化が嫌いというタイプの人たちに関しては、私は気にしていません。あなたの意見なんてどうでもいいんだから、髪型についての意見を聞くわけがありません。そんなことを気にしていたら、私はおかしくなってしまいます。ということでね、この時に言われていたのは、この髪型だったんですね。つまり、リトルマーメイドの時と同じです。カツラを被ることだってできるんだから、せめて髪型くらいは寄せてくれよと。このように言われてしまっていたんですね。なんですが、彼女はですね、これまでのインタビューでもそうですが、黒人の血を引いているんですね。故に、この髪型には非常に誇りを持っておりまして、それを前面に押し出した女優さんなんです。もともとね。で、先ほどね、DI キャスティングというようにありましたね。これね、あながち間違いではありません。おそらくですね、これは、いろいろな人を見た結果、ニコ・パーカーが最適でしたというものではないんじゃないかなと思っていまして。というのもですね、これ、プロデューサーがね、マーク・プラットなんです。皆さん覚えてますか？これ白雪姫のプロデューサーなんですよ。でもっと言いますと、その前の作品は、リトル・マーメイドなんです。実写版の。そして、ウィキッドのプロデューサーでもありまして、今回の一見の構造というのが、リトル・マーメイドに非常に似ているというのは、偶然とは思えないですよね。ウィキッドでもそうでしたね。こちらになりますが、シンシア・エリボ、黒人クイアのアイデンティティをウィキッドに持ち込んだことについて語る。役を確保した後、エリボは、最初にエルファバーの出演について、チューとプラットと話し合った。これ監督とプロデューサーですね。エリボは、エルファバーの緑が彼女の黒人としてのアイデンティティを覆い隠
隠さないようにすることに熱心でした。そしてこうなったと。爪やマイクロブレードを特徴とする複雑なヘアスタイルなど、いくつかの重要なディテールを取り入れましたと。で、以前もね、お伝えしましたが、白雪姫というのはね、もともとラテン系の女優を探していたんじゃないかと。こんな話があるんですね。で、これはね、もうほぼ確定的な裏が取れていまして、レイチェル・ゼグラーと最終選考に残ったもう一人、この人もラテン系だったと。ソー X の女優さんです。これ偶然なわけないですよね。だから白雪姫の時に、我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんが、あまりにも奔放なため、このマーク・プラットが説得しに行ったって話あったでしょ。そして息子が激起こしたと。だからこういったね、物議を醸すことというのは、このマーク・プラットがね、リトル・マーメイド、白雪姫、ウィキッド、ヒックとドラゴンで仕掛けていて、その中でも白雪姫のレイチェル・ゼグラーさんが制御できなかったんじゃないかなと思いますね。なのでここをね、マーク・プラット作品見ていきますと、ここね、リトル・マーメイド、ウィキッド、白雪姫、ヒックとドラゴン、ウィキッド2、ヒックとドラゴン2と、このように並んでいるということなんですが、おそらくですね、この白雪姫の夫妻は、リトル・マーメイド、そして大変ヒットしたと言われているウィキッド、今回のヒックとドラゴンでは回収しきれないはずなので、あまりにも負債がでかすぎて、スタジオはね、ディズニーとユニバーサルでは違いますが、プロデューサーとしての成績としてはね、このヒックとドラゴン、何が何でも失敗できないというのがマーク・プラットの正直な状況なんじゃないかなと思います。現在もね、バラエティからこれは記事出てるんですが、あれこれ、ベッキーさんですか？先ほどの髪型について語っていると。彼女の広報担当はレイチェル・ゼグラーなのか、彼女は私が家族を連れて映画に行くことを望んでいないようです。ラスアスで彼女がサラを演じた時にも同じことが起きた。このニコ・パーカーラストバス出てますからね。どうやら母親は娘を特定の髪型のままで出演させたがるようだ。配役された女優を原作のキャラクターに物理的に似せることを許さないのであれば、そんな無駄なことに時間を費やすのはやめて別の女優を探すだろう。こんなナンセンスのせいで作品全体の演出を妨げられるわけにはいかない。このね、ニコ・パーカーのお母さんがこちら007のダンディ・ニュートンなんですね。そしてこちらにありますが、髪型を変えないように言っていると。そしてバラエティね、これまだいけます。ヒクとドラゴンの実写版の主演、ニコ・パーカー。アスティは新作でボスビッチなのと語る。つまり強い女だと。すごいでしょ。こちらね、出たと。彼女は彼らにお金を失わせようとしているのか。もしかしたらそろそろね、マーク・プラットさん、彼女のとこに行かなきゃいけないかもしれませんね。飛行機に乗って。了解しました。ありがとうございましたと。なんですがですよ、皆さん。こうやってね、ちょっと懸念点というのはあるものの、さあ見ましょう。こちらね、最初の評価というのが出てきたんですが、オールクリティクス 77%。これまだ分かれてませんね。そして見てください。ベリファイドオーディエンス 98%。そしてオールオーディエンスが 96% ということで、批評家はね、ちょっと残念ながらかなり微妙。これは意外でしたね。というのもですね、こちらアニメ版になりますが、見てください。すごいでしょ。オールクリティクス 99%、トップ 96% ですよ。で、オールオーディエンスが 91% ということで、もうね、大絶賛です。批評家もね。なんですが、今回は、批評家はね、かなり低い。が、オーディエンスはめちゃくちゃ高いと。こういう状態になっています。だからバランス的にはね、バレリーナと同じですね。こちらね、すごい似てまして。ほら、オールクリティクス 75%、トップね、ぐっと下がって 62%、ベリファイドオーディエンス 93%、オールオーディエンス 91% ということで、かなりね、バランスは似てるのかなということになっていますが、このバレリーナ、現在ですね、大爆死してます。もしかしたらね、今度ちょっとね、取り上げるかもしれませんが、もうね、悲惨なことになってるんですね。これだけ評価が高いのに、93% と 91% ですよ。これ誰も見に行ってないと。で、ちょっとね、これ今日詳しく見ませんが、このライオンズゲートあるでしょ。これね、もう海外に対して売り切ってるんですよね、この作品を。だからライオンズゲート赤字はありません。もうこれ売り抜けてるんですよ。ですので、これね、日本で大爆死しますと、日本の配給会社が死にます。で、現在ね、もう日本版のホームページとかすごいですよ。もうお金がなさそうで。いや、ちょっとね、今日これ本題じゃないんで、また今度詳しく見ましょうね。皆さんこれ日本で公開されたら、言ってくださいね。死ぬのは日本の配給会社です。では、批評家のね、雰囲気どんな感じか見てみましょうか。ヒクとドラゴンは、息を飲むほど美しいロケーション、豪華なセット、そして臨場感あふれるアクションシーンを盛り込んだ、非常に忠実な実写作品です。皆さん、これなんですよ。今回評価されてるのは、非常に忠実な実写化作品と。これはね、もうどこ見ても書いてあります。つまり、今回ね、この監督、もうこのヒックとドラゴンは、実写化するのであれば、俺しかいないと。俺が一番理解してるから、監督と脚本やらしてくれと言って、実際これがね、実現しました。そして、まんまアニメーションを実写にしていると。それはね、こちらも同じなんですね。ヒックとドラゴンは、何か新しいものをしようというよりは、既存のパターンをなぞっているように感じられても、しっかりとした家族向けエンターテインメント作品です。この方6点ですね。ゴーンと悲き声、そして、勇壮なファンファーレに、セリフはしばしば埋もれてしまい、編集もめまいがするほど狂気じみている。
オリジナルにあった無駄のない明瞭さが失われているのだ。オリジナルアニメ映画のいい点は全てこちらにも引き継がれており、全てが今でも素晴らしい成果を上げています。CG と現実の区別がつきにくい。とはいえ、キャストは大きな強み。斬新さが全く感じられないものの楽しい作品になっている。オリジナルの物語を意味のある形で拡張したり、更新したり、変更したりすることはありません。2025年の今作には完全に型通りのアップデートで、新しいものは何もありません。そしてね、この方フレッシュなんですが、実写リメイクとしてはこれ以上ないほどよくできている。しかし、この映画は本当に必要だったのだろうか。ということで、批評家のレビューというのはですね、フレッシュでもロッテンでも実は言ってること全く同じで、アニメをまんま実写化しましたというのが今作で、それで楽しいという人と、それじゃダメだという人で分かれているというだけなんですね。そして今回のね、こちらの評価に関しては、一般視聴者はそれでいいと、こういう判断を下したというわけなんですね。ヒックとドラゴンの実写リメイク版、夏の興行で出遅れなし。グローバル、初週末興行収入は1億7500万ドルから1億8500万ドルの好スタートと予測。ということでですね、こちらね、バジェットが1億5000万ドルと言われていますので、額面上はね、もう初週末でこれを稼ぎ切ってしまうだろうと、このように予測されてるんですね。ユニバーサル、ドリームワークスアニメーションの実写版ヒックとドラゴンの国内興行収入は4000巻で6500万ドルから7500万ドル以上になると予測されている。日曜までの国際興行収入の推計は1億1000万ドル前後で、さらなる上振れの余地もある。これにより、マーク・プラット、アダム・シーゲル、ディーン・ギブアが制作した本作のグローバル初週末興行収入は1億7500万ドルから1億8500万ドルに達する見込みとなっている。この成績には海外でのプレビュー興行収入も含まれており、月曜時点でのプレビューの収入の推定は2180万ドル。ヒックとドラゴンは先週末から海外で本格的なプレビュー上映を開始し、水曜から公式公開が始まる。金曜までに日本を除く。なんでなんで遅いよ、3ヶ月後はね。日本を除く全ての国際市場で公開される予定であり、日本では9月5日に公開される。ちなみにね、こちら見てください。これね、ポップコーンバケットだって。これ可愛いでしょ？これ売ってたら欲しいですけどね。私は実写リメイクに猛反対なので言いたくないですが、この作品は最高でした。誤解しないでほしいのですが、批判もあります。アニメの方がずっと優れているのは確かですが、この映画を見て本当に涙が出ました。私にとって大切な存在です。この作品に何か違うものを期待しているならきっと気に入らないでしょう。基本的にはショットごとのリメイクであちこちにちょっとした要素が加えられていますが、ストーリーは相変わらず面白く見る価値があります。ドラゴンの VFX は本当に素晴らしいです。ということでね、こうやって X のね、反応を見てても大体同じでしょ。なので、そもそもね、前作が好きだったという人は、もう間違いなく楽しめる作品になっていると。こういうことのようですね。はい、ということで本日はですね、ついに公開されました実写版ヒックとドラゴンの海外の現状というのを見てまいりました。いかがだったでしょうか。日本はね、本当に公開が遅い。日本だけ3ヶ月遅れということで、それ以外の国では現在公開中となっているんですね。どうですか皆さん。これプクタもね、前作大好きでしたから、おそらくね、見たら楽しめるんじゃないかなとは思いますが、どうですか皆さん。見に行かれますかこの作品。ね、もうマーク・プラットさん的には、これね、絶対失敗できないので、今回のね、興行収入の予測は、結構ホッとしてるんじゃないかなと思いますよ。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。